始まるよというところで今回は怪談2ということでございましたけども、結構ですね、多分僕前回よりも読んでてなんか怖かったんですよ。なんでなのかなっていうのはあるんですけど、声優さんと怪談ってなんか相性いいんですか？なんかあるんですか？信じるか信じないかみたいな話になっちゃうんですけど、なんと言いましょうか、その演技、その役者を生業としようとする人々って何らかの人間的な、例えば情緒的な部分においても何かこうちょっと過剰であったり欠落していたりっていう、そういう人が集まっているんじゃないかなと私は思うんですね。でそういう人ってチャンネルって言っちゃうとあれなんですけど、回路だか装置みたいなものが備わっていて、その装置がガッて作動しちゃうと見えちゃったり聞こえちゃったり、っていうのがあるのと、あとスタジオっていう環境が電気があるところに霊って割といるんですよね。だからそのうちある程度解明されるんじゃないかなって、なるほど、私は思っていたりするんですよね。いるいないの論争で終始している霊と呼ばれるもの、見えないものがいずれ何かの決着解決を見るんじゃないかというふうにも思っているんですけど、そのなんか先駆けっぽいところにここ何年かで経ったんじゃないかなと思うのが、その冒頭書いてある、YouTube ですごい上がってるんですよ。ブームって言っていいんですかね。ブームなんだと思うんですよ。もともとこの怪談とか、その体験談、経験談って霊感がある人が話をしてたんですよね。霊の能力者とか。そうですね。それからいないよっていう、そんなものないっていう人たちが現れたり、そういういるいないの論争がずっと続いてたんですけど、インターネットが普及して、それをその怪談師とかそういう霊能者とか霊感がある人たちではない、それを一個の面白いエンタメにできないみたいなことに気づいた人たちがいて、でその人たちは別に自分たちは体験してないんですよ。聞いて面白い、じゃあこれを披露しようみたいな、そういう人たちが今 YouTube にブワッと現れてるのが現状なんですよ。多分この笑いとかそういうエッセンスが入ったことによってすごく動画向きなものになったのかなっていうふうに。まさに書かれてるので印象的だったのは、本物でも偽物でも刺激をくれさえすればいいっていう。そうです。一消費者としてって言い方が正しいかわかんないですけど、どういう怪談がお好きなんですか？割と宙ぶらりんなものでもいいんですよ。あれは何だったんでしょうねみたいな話でもそれはそれでいいし、人で追っかけたりしてますね。だからその中だと書きましたけど、白谷渉さんは、割と最近の方なんですけども、割とちょっと落語じゃないですけど、講談調と言いましょうか。語り口でこんだけ変わるんだという。いやですね。例えば今回のエッセイを怪談師で書こうとすると、もうちょっと深いところまで多分書かないとダメで、私が今回書いた、自分の体験談は、スライムぐらいです。ドラクエのスライムからスライムベースドラキーぐらいですね。序盤の敵ぐらい。なるほど。コンボで倒せるから。もうそれぐらいです。そうですね。ヒノキの棒でも頑張れば倒せる。でもゆえの怖さがですね、あって、つまり素材そのまんまに近いじゃないですか。そうなんです。意外とやられまして、今回桜井怪談。そうですね。今回は2本ぐらいですけど。開かずのドアですよ。どういう、ちょっとかいつまんでいただいて。これは、気のせいかもしれないけど、って話だったんですよね。私、頻繁に、ここ最近はないんですけども、タクシー乗りまして、
降りようとすると、ドアが開かないっていうことが結構あるんですよ。10回しか聞かない。いや、僕1回もないですよ。ないですか？ないです、ないです。10回じゃ聞かなくて、まばらに、今日開かなかったな。それから1ヶ月ぐらいして、また開かないとかだったら、不具合とか故障とか、変な話、たまたまとか、で片付けられるんですけども、ある日、その日乗ったタクシー全部、降りるときにドアが開かなかったってことがあって、いやいや、これは変だろうと。そうですね。で、運転手さんも、あれおかしいな。ごめんなさいね。みたいな感じなんですよ。よくあるんですかって言ったら、いや、僕初めてですね。とか、そんなこと言うんで、と思った、その最後の3代目の運転手さんが、すごく嫌なことを言ったんですよね。すごく嫌なんですよ。すごく嫌なことを言って、あれだからかな開かないのは。っていう、なんか可能性を、そうなんですよ。見出してしまったというお話。で、これ不思議なんですけど、全部ワゴンタクシーなんですよ。だからこういう風に開くやつ。こうじゃなくて。スライド式の。こういう。あれなんですよ。なんか今解明のヒントが。だから、やっぱ車の何かコンディションかなっていう可能性もゼロではないんですよ。超余談ですけど、知り合いと黒ひげ危機一髪をして、新宿のバーで。負けたらテキーラ一気ねって50回連続で勝ったんですよ。そいつ逆に言うと50杯よく飲んだなって話なんですけど。死にません。いや、死んでました。死んでました。本当に死にかけてました。でもう一人いたのかな？もう一人いたか。一杯も飲めなかったんですよね。30杯、20杯とかなんですけど、ゼロですよ。0です。0だ。もう0です。50連勝は0。異常に勝負強いんですね。なんですかね。私はそういうのを聞くと、なんかいるんじゃなかろうか。私は思います、ね。そうなるんだ。私はそっちの方に行きますね。本当こういうのって考え方で、その盲信的に信じているわけじゃないんですよ。私はもうちょっと都合よく考えているので、なんかゴミ1個拾ったら、なんかいいことあるんじゃないかなみたいな。で、何もなかったとしても、道路で自転車にぶつかったかもしれなかったのを回避できたのかもしれないとか、なんかそういう風な考え方とかしちゃうんですよね。だから、すごい不思議なのが、割と後で気づいたり、自分の解釈だったり、受け身だったりするんですけど、何か起きてるじゃないですか。でもそうなんですよね。で、それがだから今回のもう一個の、ずっとそこに立ってたっていうお話も、これもだから後で気づかされるわけですね。そうですね。で、これは、とある一時期住んでたアパートの話なんですけど、思い返してみれば、っていうことはあったんですよね。例えば、よくある話ですよ。トイレが勝手に流れる。いや、よくないですよ。いや、よくありますよ。一番と思ったのは、シャワーが勝手に出たことがあって、ザーって。リビングにいたら、リビング、短い廊下、風呂とか洗面とかトイレがあるスペースで、あれなんだこの音と思ったら、シャワーがバーって出たんですよね。で、弾みで出る感じじゃないじゃないですか、シャワーって。こう上げるとか、なんかレバーをこう軟化しないといけないので、それは、なんだこれって思ったことはありましたけど、すっごい嫌な話だなと思って。いや、ずっとそこに立ってたのめちゃめちゃ嫌な話。嫌な話です。ですよ。だから今回のイラストはそれを描きました。うわぁ怖っ。いや、もうそれ載せるのやめた方がいいんじゃないですか。いや、これで本当にそういう。これあまりにもいい感じに描けすぎて、見てください。ちょっと長いんですよ、私髪の毛茶髪で。このぐらいの年齢の時にこういうチャラチャラしてた時期で、母さんのお願いあるんですけども、ここを、もしこの辺も入れるんだったら真っ黒にこうしてほしい。なるほど。これと同そうですね。黒ベタっていうこの指示を書かせていただいて。すいません。こういう感じなんだろうなと思って。角川映画のあれですよ。本当そうですね。怖っと思って。これ怖って。
次回。ああ、そうか、次回ですね。今一個途中までまた書いてるのは、人間の感じ方とか捉え方ってすごい人それぞれ違って面白いなっていうのを一個途中まで途中近く3分の1ぐらい書いてはいたりとか、あと声優さんにまつわる最近の自分の思うこととか、気になりますね。そういうのとか、あと年食ってきたんで転ぶのが怖いって話とか。それね、ポップに秋ぐらいに欲しい。秋ぐらいに。でもストックから出したいと思うので。はい。ではまたお楽しみください。はい。よろしくお願いします。